はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ。もう、どうしてる？もう柴崎ね、時々、もう、ちょっと諦め危険になって、ソファによくひっくり返ってます。ねえ。もうこの年になるとね、暑さってのは答えますね。うん。でもそんな中ね、もう、あなたからのね、励ましのコメント、もう本当に元気が出るんだから。ありがとうね。そして高評価。もう嬉しいです。だから、だからってことないんだけど、チャンネル登録もね、ちょっとお願いできると、柴崎、ようなっていたもんが、むくっと起き上がって、もっと元気になるんだけどね。はい。そんな中ですね、今日のテーマはこちらですよ。はい。ねえ。はい。もう、おなじみですね。この黄色い、この本です。新装版のね、透明水彩、風景画を描こう。グラフィック社さんから出版された本です。おかげさまでね、これ本当に好評で、えなんですよ、本当に。だからですね、それだったらということで、この中、いろいろなこと、柴崎この中にね、透明水彩で風景の描き方のあれこれあれこれ、ね、いろいろなこと書いて、やってるんだけどね、その中から一部ね、抜粋して、ぜひあなたに見ていただきたいと思いまして、今からそれをやってみたいと思います。さて、ね、この中の一部抜粋、何があるか、楽しみにしてくださいね。それでは早速、行ってみましょう。はい。はい。ではね、早速やってみましょう。この本ですね。透明水彩、風景画を描こうっていうわけです。この本はね、この本一番のね、大切なことね、まずね、最初に出てるんですけども、大きい筆で描きましょうっていうのがね、この記号書のテーマなんですよ。これがね、この本すべてを描いている絵の使った筆です。これ実寸大です。ね、こんな太いんですよ。20号の丸筆です。はい。それがこれなんですけどね。今これちょっと今濡らしてあるからちょっと細くなったけど、本当はこの方が太いんですよ。これ一本でとにかくもうのびのびとね、たっぷりの絵の具で描きましょう。それが水彩の大切なスタートですよということの考えでこの本は全部できてます。で、今日はですね、この中でこの太い丸筆20号なんですよ。これでですね、筆を割って絵を描くという部分があるんですね。ここに。はい。これをね、これ今抜き出したんですけども、実際にね、やってお見せしたいと思います。筆を割ってね、そして描くんですけども、なかなかね、このね、筆って皆さん丁寧に使いますよね。きっと水彩描いてるって人もね、結構太い筆使ってるって言ってもこのくらいの筆の人もが多いかな。これ10号ぐらい、これ12号だけど10号ぐらいの筆使ってる人がせいぜいかもわかんないね。20号なんてほとんどいないと思います。でもね、この太い筆でこれをね、筆の形を変えることでこういう表現ができるんですよというページですね。筆を頬を割って描くというわけです。ね、どんなふうなのかちょっと早速ね、筆の割り方を教えますね。今日はとにかくノー編集ノーカットでね、どうしても技法書っていうのはね、カット割りがあってですね、十分でじっくり一つ一つは見れるんだけどね、連続して見れないので、今日は
ノー編集ノーカットでね、その動きをねお見せしますからね。だからこの本を手に入れてね、さらにこの動画を見るとね一層よくわかるかと思います。はい。でこの筆の穂先を割るって言うんですけども、どういうことかっていうとですね、まずね太い25の筆ですよ。だからまあこの画材もねこの本の中に書いてあるんですよ、みんな。どんな画材がいいかもね。まあだから今言わないけども。でここにね、絵の具の溶き方も本の中に話あります。とにかく絵の具をたっぷり溶くと、緑感がしようか、たっぷり溶くというわけです。どのくらいどう溶くかもみんな書いてあるからね。それでですね、こうやったら筆の穂先を割るんですよね。ここね、こうなってたのね、ここでこう振るんですね。はい。ほら、これと同じ形でしょ。こうしてしまう。ギュッと。で、こうすると。ほら、これと同じです。こうするわけです。ね。これでやるとですね、どうなるかっていうと、例えば、こうなります。はい。もちろん、筆を割った状態ではね、こうなるんだけども、こればっかりじゃないんだけどね。他の書き方もいろいろこの行書なんか書いてるんだけども、基本的だからこうだよね。面白いでしょこれ。あなただったらこういう筆使い何の表現使いますかこれ。はい。でもこれね、本当に思い切って筆はあくまでもね表現する道具だから。なんかね筆が壊れるんじゃないとかね、そういうこと考えないでギュッ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 とこうやっちゃいます。ギュッ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 って。これ絵描く道具だからね。ギュッ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 でこうしちゃう。こうです。ね。でこういろいろできるというわけですよ。全然違うでしょ。はい。こういうことなんですね、筆を割るっていうのは。で、今からねこの筆使いでここにやってあるけどね、水の流れを描いてみようかなと思ってます。水の流れ、ちょっと滝みたいにしようかな。どっちみがある。滝みたいにどーっとね、岩があってドカッとこうなってようか。これがいいかな。イメージだけどね。でこっちドカ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 。こんな感じ。こうでいいかな。この辺からこれも岩作ろうかな。こうやってこっちに流してね、こう滝このくらいいいかな。ジャガジャガジャガですね。滝です。だからですね、まず滝を描くからこれ基本的には白い紙を生かしてですね、周りをですね、どうしようか。緑とりだから、草木ですね。草や木や、岩があるみたいな感じがいいかな。いろいろですね。こういろいろあってこうでいいかな。でこれに岩にしましょうかね。岩、これ岩ですね。はい。こっちも色を少しこう工夫して、こっちもこうでいいかな。これイメージだからね。こっちもこう木や草があってですね、こう太い筆だといいんですよね。こういっぺんに絵が描けましてですね。はい。本当にこの本はね25の丸筆でね何でも描けるんですよというのが基本的な本です。はい。面白いですよ。作った柴崎は自分で言っちゃいますけどね。
それでじゃあ上の方は遠くのこっちが遠くのなんか山や木にしようかな。例えばこうですね。はい、滝のパターンです。そこでですね、ここでいよいよ水色でいいよね。水色ってことはないけど明るいブルーでね。でここでこれなんですよ、登場するのがこれね。こうでどこってこと限らないんだけど、例えばこうです。ほらね、これをですね粗密の変、あるいはこう書いてもいいんだけどね、粗密の変化をこう混ぜながらですね、こうやってみるというわけです。はい。ダーンとかね、自分でこうやって擬音を混ぜながらですね。はい。色を変えてもいいよね。こうやってちょっと色も変えてね、こうやってね。こうやったらもっと深くなる。こっちへこう自分のこう動かし方一つなんですけど、こんな感じ。どうですか。でところどころですね、こう濡れた筆で少しこう触ってちょっとずつソフトにしてみるとかですね。こんなこと。で、岩がある。そうすると例えばどこにしようかな。じゃあこれにちょっとね、岩がこう顔を覗かしてるとかですね。こっちにこう大きな岩があったらいいかな。こんな岩とかですね。こういう岩がですね、こっちにこうあって、こうですね。これがね、本当筆割るからね、こう一発でこううまく描けるんですよね。で例えばこうでこんなとこにこう岩があったりしてね。ここなんかもこう何にもしない状態で筆を割っておいて、こうだよね。どこどここうやって出すと下の岩がですね、少し透けて見える。どうですか。色をこう変えていってもいいんですよね。この筆を割って描くっていうのはね、本当に面白いんですよ。こうやって立体ですね。こう滝のね、こう凸凹感がこう見えますね。滝っていうのは、水の流れっていうのはこの下にこの隠れてる、ものの形がそこに見えるわけよね。はい。これなんかな。こうやってこうだね。これこう少し取ってあげて、こんなこと。もうこれは流れはね、自分なりの決めですからね。こうやってまたこういう面にして、またこの上こう書き足す。こんなんやってこうちょっとこう絵の具をこうね、水でこう洗ってしまうと、ここに水煙が立ってる見えるでしょ。そんな表現もできるんですね。こうやってでこっち切ったらこっちこんなタッチで映ってるかな、大丈夫ね。こんなタッチでこう水量を描くとかですね、水の流れを描くとかね。これはね、筆を割るとね、面白いんですよ。ねえ。これをこうやって、もっともっと絵を楽しく思ったらどうしようかな。こっちのこう木ね、ここにこう例えばこっち側にこうやって木を作ってきて、
でその木の枝がですねこっちにこう少しこうでねこうオーバーラップしてるとかね、そんなことするだけでもいいですね。こうやって絵作りする、楽しいと思いません？こうやって木の枝ですね、こんなにしてですね絵をねこう楽しんでいます。ほら面白いでしょ。本当こう筆を割ってこうやって、あなたならどうするかな、こういう筆を割った状態ね。それがですね、このページに入ってるわけです。ね、こっちもっと岩っぽくこうやってどんどん絵をこう進化させていけますよね。はい。面白いですよ、絵って。これで終わりってことはないのね。いくらでも絵を進化させていくことができます。はい。ね。なんか柴崎は一人楽しんじゃったけど、これ穂って書いてあるからね、筆の先なんですよね。それを割って描きましょうというわけで、その中の筆を割ってこう水の流れ、水流を描くこと面白いですよというそのデモですね。はい、参考にしていただければ嬉しいです。こんな感じです。はい。これでしたね。はい。20号の丸筆で穂先を割って書くというやつだったよね。これ。こんなんだよね。これはもうこの本の中に最初に書いてあるんだけどね、太い筆でなきゃダメなんだよね。で、太い筆で書くことがですね、このテクニックに限らず、水彩がね、うまく描ける。絵全体に通じることなんだね。大きい筆で書くということなんですよ。で、その中、そういう太い筆、大きい筆で書く中で、こういう表現もできるということなんですね。面白かったでしょ？あなただったらこういうテクニックで何書くかな？柴崎は今回ね、滝の流れみたいなのを書いたんだけどね。これ細筆で何本も書いても大変だし、こんな風には絶対書けないよね。面白いから絶対試してみてください。そしてあなたのね、テクニックの幅も広げてみてね。はい。さあ、今回はね、太い筆をくちゃくちゃ、穂先を割ってね、シャッシャッって書いたんだよね。はい。また、月に1回ね、アートクレヨンを使った教室も開いてます。この動画の概要欄からね、詳細ご覧ください。そして、お申し込みくださいね。柴崎、あなたとお会いできること、本当に心待ちに待ってます。さあ、ということでね、本当に暑いからね、冷やし中華でも食べて元気出そうかな。今日はね、この中にある一部抜粋して、これやったね。絶対試してみてね、面白いから。はい。さあ、ということで、また次回、ね、柴崎は元気にあなたとお会いしたいと思ってます。はい。あなたも元気でね。はい。それではまたすぐにお会いしましょうね。どうもありがとう。はい。またすぐにお会いしましょう。ありがとう。